皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はイスラエルのエルサレムに行ってきました。エルサレムといえばイスラエルにある一番有名な都市ではないでしょうか。エルサレムは世界最古の都市の一つであり、3つの宗教、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の聖地と言われています。なので世界中から人が集まる場所なんですね。またイエス・キリストが処刑された地でもあります。エルサレムといえば石造りの建物が美しくて、イスラエルに住んでいてもエルサレムは特別な場所という感じです。高度が高い場所にあるので夏でも涼しくて避暑地的な感じです。エルサレムは何度か来ているんですが、子供が小さい時だったので建造物を楽しむとか歴史的背景を考えながら観光するという余裕がありませんでした。今回はエルサレムの歴史を考えながらゆっくり観光できそうなのでとても楽しみです。旅行といえばお弁当が楽しみですね。ちなみに今日のお弁当は我が家恒例の巻き寿司弁当です。ドライブ旅行のお楽しみですね。さて、夕方にホテルに到着しました。エルサレムに着いたのが金曜日だったのですが、イスラエルでは金土が週末で安息日ということになります。街はすでに静かになっています。ホテルは家族連れでいっぱいで、ロビーには金曜日のキャンドルが灯されていてとても綺麗でした。今現在屋内ではマスクをつけなければいけないので、ロビーのスタッフの方もマスクですね。今は海外からの観光客も制限されているのでほとんどいないのではないでしょうか。このホテルもエルサレムに行こうと数日前に思い立ってから予約をしたんですが、どのホテルも空いている部屋があって通常の状態では考えられないぐらい空いていました。今の季節はイスラエル国内の観光客だけでなく世界中から観光客が来ているシーズンで、普通は何ヶ月も前から予約してないとホテルは取れないのが普通なんですね。しかもディスカウント料金で安くなっているホテルも多かったので助かりました。ホテルの部屋はこんな感じでした。小さなキッチンもついた 2LDK という感じですね。男の子と女の子のティーンエイジャーが2人いる4人家族なので部屋が分かれているのは助かります。古いホテルですが観光地である旧市街から近く部屋が広いのがとても良かったです。さて、翌朝起きて早速旧市街に向かいます。土曜日の朝なのでお店はほとんど閉まっています。イスラエルでは土曜日はシャバットと呼ばれている安息日なんですね。今日は路面電車も走っていません。静かな街並みを歩いていきます。旧市街の外側ですがすでに素敵です。さて、旧市街が見えてきました。I love エルサレムのオブジェがありますね。後ろの古代的な石造りの城壁とコントラストが面白いです。今日は本当にいいお天気で良かったです。場所柄やはり宗教的な格好をした人たちが多いですね。今は海外からの観光客はほとんどいない感じです。たまにアメリカ英語でおしゃべりしながら歩いている若い人たちがいますが、観光客ではなく宗教の勉強のためにアメリカから来ている学生さんたちのようです。人がそんなに多くないのでゆったり歩けて嬉しいですが、観光地としてはちょっと辛いところですね。旧市街のすぐ横には近代的な建物や高速道路があって車がたくさん通っているんですが、歴史を感じる城壁との違いが大きすぎて、今歩いているこの遊歩道が過去と未来を分けている境界線みたいという気持ちになります。この城壁は紀元前11世紀にダビデ王がエルサレムを征服して以来何度も壊されたり再建したりの繰り返しでしたが、今現存している旧市街の壁はオスマン帝国、今のトルコですね、オスマン帝国の皇帝スレイマン1世によって1538年に作られたそうです。約500年前ですね。さて、ヤッフォ門が見えてきました。城壁の向こうに見えている塔がダビデの塔ですね。門の前には恒例のパンを売る露店があります。このパン、
スパイスがまぶしてあって美味しいんですよね。さて、ヤッファ門をくぐって旧市街の中に入りました。景色が突然変わって、いきなり中世近世の世界に入っていきます。観光客相手のお土産のお店がたくさんあります。かなり細い道なのですが、所狭しとぎっしりのお店です。狭い道で、しかも坂道なので、商品の搬入は大変そうです。こんな感じで昔ながらの手押し車で物を運んでいる人をよく見かけます。小さいスペースにたくさんの商品が並んでいます。旧市街には屋根があって、雨の日でも観光を楽しめます。エルサレムは冬は雨が多くて雪が降る日もあるので便利ですね。今日みたいな日差しが強い日も助かります。売っているものは絵はがき、アクセサリー、T シャツ、小物などお土産っぽいものがメインですが、普通に服や食べ物、化粧品、絨毯、カーテンなども売っているお店もあって、旧市街に住んでいる人たちの生活の場になっているんだなと感じます。旧市街全体が1階が店舗、2階が居住エリアになっているそうです。ちなみに旧市街の家賃は結構高いそうです。昔から代々住んでいる人たちが住み続けていて、なかなか空きが出ないし、人気の物件だそうです。観光客の少ない今の時期、日本人と見るといろんな人たちが物を売ろうと声をかけてきます。店先に座って新聞を読んだり、ぼーっとしたり雑談している人もたくさんいます。観光客相手の店というよりも、ここで生活しているという感じが伺えます。旧市街ではバイクも結構通ります。歩いていても急に横から来るのでびっくりするし、割と危ないです。海外からの観光客がほとんどいないとはいえ、イスラエル人の観光客はそこそこいました。私の今回の目的は、イエス・キリストが十字架を背負って歩いた悲しみの道と言われているビア・ドロローサを歩くというのが一つの大きな目的でした。多分以前来た時も歩いたとは思うんですが、その時はとにかく子供が小さかったので、迷子にさせないよう、飽きさせないよう必死で、歴史について考えながら歩く余裕はありませんでした。なので今回はゆっくり見れそうで楽しみにしていました。どの道を行ったらいいか、道に立ち止まって地図を見ていたら、一人のおじいちゃんがどこに行きたいのと聞いてくるので、ビア・ドロローサに行きたいんですがと言ったら、ついておいでと案内しようとしました。ただの暇なおじいちゃん、それとも最後にお金を要求されるのかなと思いながらも、面白いので家族ともどもついていきました。地図もあるし有名な道なので、別におじいちゃんに案内してもらわなくても行けるんですよね。おじいちゃん結構な早足でした。私はゆっくりとお店も見ながら進みたいので、のんびり歩いていると、ところどころ立ち止まってちゃんとついてきているかどうか確認して、おいでおいでとせかされます。ではおじいちゃんの案内でしばらく旧市街を見ていきましょう。どうもこのおじいちゃんは旧市街の主的な存在のようで、みんなが挨拶しています。
ビアドロローサに到着したようです。おじいちゃんはここがビアドロローサのステーション7だよと言っています。そして最後にやっぱり案内料を請求されました。30シェケル、約990円払ってねということだったんですが、聞いてないと思いながらも20シェケル、約660円に負けてもらって払いました。まあ楽しかったのでよしとします。さて、ここはビアドロローサのステーション7なのですが、ビアドロローサには全部で14カ所に竜と呼ばれるステーションがあります。こちらの上り坂になっている方はキリスト教地区でステーション8から14があります。こちらの下り坂になっている方はイスラム教地区でステーション1から6があります。ジュース屋さんがありますね。ザクロやオレンジをその場で絞ってくれます。絞りたてのジュース美味しいんですよね。この天井の形がなんともオリエンタルな感じです。天井の上は居住スペースになっているんでしょうか、部屋があります。それぞれのステーションでイエスに起こったことというのがあるんですが、ステーション7はイエスがビアドロローサで2度目に倒れた場所と言われています。当時ここには裁きの門があって、ここで死刑囚の罪状を呼ばれてゴルゴタの丘に連行されたそうです。ビアドロローサは急な坂道が続いている細い道です。当時から今のように商店があってにぎわっていたそうです。イエスは大勢の民衆の目にさらされながら重い十字架を背負ってここを歩いたということなんですね。ビアドロローサではなんとレンタルの十字架を借りてイエスの追体験をすることもできるそうです。ビアドロローサを練り歩くツアーもあるということで、イエスと同じように十字架を背負いながら歩いている信者の方もいらっしゃるようです。さて、私たちはキリスト教地区の方に進んでいきます。すごい上り坂です。道幅も狭いです。観光客でごった返している時期だったら歩くのが大変だったと思います。こんな感じでゴルゴタの丘があったと言われている聖墳墓教会まで商店街がずっと続いています。ではイエスの追体験のバーチャル体験ということで、しばし聖墳墓教会までのビアドロローサを一緒に歩いてみましょう。ここで可愛い T シャツ屋さんを見つけました。著作権とか丸虫だとは思いますが、ピカチュウをもじったピカジュウの T シャツがありました。オーソドックスのユダヤ教徒の人はこのようにひげを生やして
黒い帽子をかぶっているんですが、11種の10とピカチュウのチュウをかけているんですね。かわいいです。旧市街の街は横に入った路地もまた雰囲気があって素敵なんです。一人旅だったらどんどん横道に入っていってしまうところですが、家族旅行なのでぐっと我慢します。今日は旧市街のショッピングエリアを中心に紹介しました。今エルサレムのことを思うだけでも、まるで何百年も前にタイムスリップしてきたかのような気分になります。このエルサレムの魅力にかなりハマってしまいました。これからもちょくちょくエルサレムに出かけたいと思います。イスラエルはどこに行っても遺跡だらけで、うちの近所にも遺跡がたくさんあります。道路を開発するために工事をすれば遺跡が見つかり、工事が中断することもしばしば。家を建てようとしたら遺跡が見つかって困ったという話もよく聞きます。せっかくイスラエルに住んでいるので、遺跡巡りやっていこうと思います。今の時期なかなか海外旅行にも行けないと思いますが、旅行気分を味わっていただけたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録で応援いただけると大変励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。